人生はサバイバル。いつも動画を見てくれてありがとうございます。おのおのの人生はサバイバルと言っていいくらい、それぞれが波乱万丈の人生を生きることとなるのが世の常ですが、人間万事採用が馬という格言もあります。過ぎ去った過去にとらわれすぎず、まだ来ないがいつかは来てします未来について過剰に心配しすぎず、唯一幸福を感じられる時である今現在を大切にしてほしいと思います。このチャンネルでは敵を知り己を知れば百戦危うからず、サバイバルのための敵と何なのか、それに備えるための自分の知識と心構えを充実させておいてほしい、そんなメッセージを送っていきたいと思います。今回紹介するサバイバルは、それではお楽しみください。もしもキャンプ中に遭難した時、どう行動するべきか。1、キャンプ中の遭難とは何か。キャンプは自然の中で楽しむアウトドア活動ですが、予期せぬ事態が発生することも少なくありません。キャンプ中の遭難とは、道に迷ったり、体調不良や天候の急変によって自分で安全な場所に戻れなくなる状態を指します。山や森林地帯でのキャンプは特に、天候が急変しやすく、気温が急激に下がることもあるため、遭難のリスクが高まります。キャンプ中の遭難の主なリスク要因。道に迷う地図や GPS を利用せずに探索を行った場合、特に森林や山岳地帯では似たような風景が続き、方向感覚を失うことがよくあります。天候の急変。キャンプ中は気候の変化に注意が必要です。山間部では天気が急に変わることがあり、暴風雨や雪、霧に巻き込まれることもあります。水や食料の不足。キャンプでは十分な食料や水を持参する必要がありますが、予期せぬ遭難でそれが不足する事態も考えられます。怪我や病気。遭難中に怪我をしたり、体調を崩すと移動が難しくなり、さらに厳しい状況に追い込まれます。通信手段の喪失。山や森林地帯では携帯電話の電波が届かない場所が多く、外部との連絡が途絶えることが考えられます。キャンプ中に遭難することは、特に自然環境に詳しくない人にとっては恐ろしい経験となり得ます。しかし、適切な準備と知識があれば生還の可能性を高めることができます。2、世界で発生した有名なキャンプ遭難事例。キャンプ中に遭難した事例は世界各地で起こっています。ここでは過去に発生した著名な事例を3つ紹介します。2.1、アメリカアパラチアン山脈での遭難。2013年、アメリカのアパラチアン山脈で夫婦がハイキング中に道を見失い、数日間にわたって遭難しました。霧が出たことにより視界が悪くなり、道を間違えたことが原因でした。彼らは持っていた食料を慎重に使い、道具を使って簡易的なシェルターを作り、最終的には無事に救助されました。この事例は、天候がいかに迅速に状況を変えるか、そしてシェルターの重要性を強調しています。2.2、カナダロッキー山脈での遭難。2006年、カナダのロッキー山脈でキャンプをしていた登山グループが突然の吹雪により孤立しました。彼らは道に迷い、強風と雪の中で動けなくなりました。数日間、ぼんぼりを掘り、持っていた食料を少しずつ消費しながら寒さに耐え、最終的にヘリコプターによって救助されました。吹雪により外部との連絡が途絶えたことから、自然災害の恐ろしさと事前準備の重要性を痛感する事例です。2.3、オーストラリアアウトバックでの遭難。2018年、オーストラリアのアウトバックでキャンプしていた3人のハイカーが砂嵐に遭遇し、数日間孤立しました。携帯電話の電波が届かず、水分が不足したため彼らは川を探して水を確保しました。過酷な暑さの中で耐え続け、最後には救助隊に発見されました。この事例では、水分の確保と極限の暑さへの対応が生還の鍵となりました。3、遭難から生還した人々のエピソード。ここでは、キャンプ中に遭難しながらも生還した人々のエピソードを紹介します。
遭難期間が短いものから順に彼らがどのように生き延びたのかを詳しく解説します。3.1 アリス・ジョンソン26歳、アメリカ、キャンプ中。アリスはアメリカのシエラネバダ山脈でキャンプをしていた際、仲間とはぐれてしまいました。彼女は持っていた食料と水を慎重に管理し、無線で救助を要請しました。幸運にも12時間後に発見されましたが、彼女は冷静に行動し、必要な資源を計画的に使うことで生還しました。3.2 トム・リチャーズ30歳、イギリス、ソロキャンプ中。トムはスコットランドの山岳地帯でソロキャンプをしていた際、急な天候の変化で霧に巻き込まれました。彼はすぐに行動を停止し、持参していたテントを使って風を避けながら一晩を過ごしました。彼の遭難は18時間ほど続きましたが、冷静に行動し、シェルターを有効に活用したことで無事に帰還しました。3.3 メアリー・クラーク35歳、カナダ、家族キャンプ中。メアリーはカナダの森林地帯で家族と共にキャンプをしていた際、川を渡った後に道に迷いました。家族全員で持っていた地図を確認しながら進みましたが、暗くなってきたため、やむを得ずその場に泊まりました。翌朝、持参していた携帯電話で救助隊に連絡し、24時間後に無事に救出されました。3.4 エリック・フィッシャー40歳、アメリカ、登山キャンプ中。エリックはアメリカのロッキー山脈で登山キャンプをしていた際、豪雨により川が氾濫し、戻る道が塞がれてしまいました。彼は持っていたサバイバルツールを使い、簡易的なシェルターを作って3日間耐えました。最終的に救助隊が到着し、無事に救出されました。エリックの経験は、自然災害に対する準備が生還につながることを教えてくれます。3.5 ダイアン・ローズ45歳、オーストラリア、家族キャンプ中。ダイアンはオーストラリアの砂漠地帯でキャンプをしていた際、砂嵐に巻き込まれ、家族とはぐれてしまいました。彼女は近くの岩陰に避難し、持っていた非常用の水を少量ずつ飲みながら体力を温存しました。彼女の遭難は48時間続きましたが、無事に救助されました。水分の管理と冷静な行動が彼女の生還の決め手となりました。3.6 ジョージ・ミラー50歳、アメリカ、ソロキャンプ中。ジョージはアメリカのアリゾナ州でソロキャンプをしていた際、突如として起こった暴風雨に巻き込まれ、川を渡る途中で道を見失いました。彼は水を探しながら5日間を過ごし、途中で野生の果物や昆虫を食べて栄養を補給しました。最終的に救助隊に発見され、無事に帰還しました。3.7 リンダ・スミス55歳、ニュージーランド、トレッキングキャンプ中。リンダはニュージーランドのトレッキングキャンプ中に嵐に遭い、仲間とはぐれてしまいました。彼女は冷静に状況を分析し、近くの洞窟に避難して7日間を過ごしました。洞窟の中、続きで火を起こし、持参していた非常食を少しずつ消費しながら耐えました。リンダは水を雪から確保し、最終的に救助隊に発見されました。彼女の冷静な判断と洞窟をシェルターとして有効に活用したことが生還の鍵でした。4. 遭難を克服するための技術と方法。遭難から生き延びた人々の事例から学べる技術と方法を11個にまとめて解説します。これらの方法は厳しい環境下でも生き延びるために役立つ実用的なスキルです。1. シェルターの作成。遭難時に最優先すべきは、寒さや雨風から身を守るためのシェルターを確保することです。エリック・フィッシャーやリンダ・スミスが言ったように、テント、洞窟、岩陰、木の枝を使ってシェルターを作ることで、体温を維持し、悪天候から身を守ることができます。2. 食料と水の計画的な消費。遭難が長引く場合、持参している食料や水を計画的に消費することが生存に不可欠です。ダイアン・ローズのように水を少量ずつ飲んで体力を維持することが重要です。また、ジョージ・ミラーのように野生の果物や昆虫を食べることで必
必要な栄養を補う工夫も有効です。3. 水の確保。水の確保は最も重要なサバイバル技術の一つです。川や雪を利用して水を得る方法があり、ジョージ・ミラーのように水源を探すか、リンダ・スミスのように雪を溶かして飲料水を確保することが生還につながります。4. 火を起こす技術。火を起こす技術は遭難時に寒さを防ぎ、食べ物を調理するために不可欠です。リンダ・スミスが洞窟内で火を使って寒さをしのいだように、サバイバルツールや自然素材を使って火を起こすスキルを身につけておくことが重要です。5. 簡易的なシェルターを作る技術。風や雨から身を守るため、素早く簡易的なシェルターを作るスキルは生存において非常に重要です。トム・リチャーズが言ったように、キャンプ中のテントや自然素材を使って身を守る工夫をすることがポイントです。6. 冷静な判断力。遭難中はパニックに陥ると状況がさらに悪化することがあります。冷静に状況を分析し、最善の行動をとることが生還の鍵です。メアリー・クラークが地図を確認しながら進んだように、冷静な判断が命を救います。7. 移動を控える。天候が悪化している時や体力が限界に達している場合は、無理に移動せず安全な場所で待機することが重要です。エリック・フィッシャーがシェルターを作り、豪雨の間動かなかったように、適切なタイミングで行動を止めることもサバイバルの一つです。8. 救助信号を発信する。遭難時には自分の位置を救助隊に知らせるための工夫が必要です。リンダ・スミスが雪を利用して救助信号を発信したように、SOS サインを作る。明るい色の衣類や反射物を使って目立つ場所に置くなどして救助隊に自分の存在を知らせましょう。9. 適切な装備の準備。遭難を防ぐためには適切な装備を持っていることが重要です。特に防寒具、サバイバルツール、携帯電話の充電器 GPS などは非常時に役立ちます。エリック・フィッシャーのように適切な装備を持っていることで遭難中も冷静に行動できます。10. 天候に注意を払う。キャンプ中の天候の急変に対処するため、事前に天気予報を確認し、天候に応じた行動計画を立てることが重要です。トム・リチャーズのように天候の変化に備えてシェルターを用意し、風雨を避けるための行動をとることで命を守ることができます。11. 自然の資源を活用する。自然の中で生き延びるためには周囲の資源を最大限に活用する技術が求められます。ヒアイは花戸を使ってシェルターを作ったり水を得たりすることができます。ジョージ・ミラーが果物や昆虫を食べて生き延びたように、自然の恵みを最大限に活用しましょう。5. 遭難を克服するためのユニークな方法。遭難時に役立つユニークな方法を3つ提案します。これらの方法は自然環境下で生き延びるための創造的なアプローチです。1. 自作のフィルターで水を浄化。野外で得た水が不衛生な場合、簡易フィルターを作って水を浄化する方法があります。砂や小石、炭を使ってフィルターを作り、川や雪から得た水をろ過することで飲料水を確保できます。2. 身の回りの道具を利用したシェルター作り。テントや専用のシェルターがない場合でも、持参したバックパックやレインコート、寝袋などを活用してシェルターを作ることができます。これにより突然の天候の変化にも柔軟に対応できます。3. 自然素材を使った救助信号。遭難時に目立つ場所に SOS サインを残すことで救助隊に自分の存在を知らせることができます。石や木の枝を使って大きな文字を地面に書いたり、目立つ色の布や衣類を木の上にかけることで救助の可能性を高めます。6. 締めくくり。遭難した場合の励ましと具体的なアドバイス。遭難することは非常に恐ろしい経験ですが、適切な準備と冷静な判断があれば、過酷な状況下でも生還の可能性を高めることができます。具体的なアドバイス。
冷静さを保つ遭難時に最も重要なことはパニックに陥らないことです。まずは呼吸を整え、状況を冷静に分析し、次に何をすべきかを判断しましょう。計画的に行動する資源食料や水は限られているため、計画的に使用することが必要です。また、シェルターを作り、体力を温存することが最優先です。希望を持つどんな状況でも、希望を捨てないことが重要です。救助が来ることを信じて、できる限りの準備と行動を続けることで、生還の可能性が大いに高まります。自然の中での遭難は恐怖を伴いますが、冷静に対応し、適切な行動をとれば、生き延びるチャンスは十分にあります。最も重要なのは、事前の準備と知識を持ち、自分の能力を信じて行動することです。いかがでしたか？最後までご視聴ありがとうございました。お話が気に入っていただけた人はチャンネル登録と高評価を忘れずにお願いいたします。また、次に紹介してほしいサバイバルの知識や、こんなサバイバルの情報も欲しいといったアドバイスをコメント欄に書き込んでいただければ、さらにサバイバル学をお届けしていきたいと思います。ぜひ、チャンネル登録と高評価、また実際にこの動画、人生はサバイバルを見ての感想をコメント欄へお願いします。人生はサバイバルでした。では、また次の新たなサバイバル学の授業でお会いしましょう。